本日休館日、我が家のためにあるみたいなバスでしたねこれ。あ、上手。待って。オッケー。はい、いらっしゃいいらっしゃい。今日は枕崎だよ。枕崎。あ、いい匂いしてる。うん、いい匂いしてる温泉の。さらにめっちゃ楽しみだな。猫見たくない。長崎カステラではいはい。ケーキを作りたいと思います。めっちゃ突風が吹いてますけど。聞こえますか？すごい雨なんですよね。来てくれた。これ触っていいんかな？はーちゃんや。わかりました。中にもいいじゃないですか。母ちゃん、ここは指宿温泉の砂蒸し会館ですね。こんなね、頭だけが出てる。ああ、ちょっと顎引いて、あ、そうやな、上がってんな。で、ちょっと取ってある。そういう感じ。ですか。ちょっと。すごいな、枚数すごいな。これで1100円やね。すごいな。うわ。めっちゃ美味しい。食べてみて。あ、西郷どんゆかりの湯。あ、そうなんだ。硫黄の香りがして、で、暑いです。かなり暑いです。すごい雰囲気のね、あるところですね。ね、見事な感じですね。すごい。すごい良かったです。母ちゃん、はい。今日の晩ご飯は何ですか？今日は、はい。お刺身と、はい。連日お刺身ですね。すいません。やっぱりね、うんこちら海来たら知らないお魚いっぱい売ってるんで、そうやな、なんかやっぱり買っちまうよなんな。かどんな味すんのかなとか思ったら、毎日お刺身食べてんねんけど全く飽きないね。飽きないんだよね。美味しいな、うん美味しいなばっかりになっているね。や本当に、で今日のなんかねお魚もなんか食べたことないお魚。あ、そうですね。名前がちょっと違うのかな。大門旗ね。あ、すごいすごい。あれはね、食べたことないです。畑、私畑好きなんで。そう、好きやと思うで、多分美味しいと思います。ちょっと興味ある。で、いつ肉焼くねんっていうな。結局肉焼けへんのんかいってなる。ですね。ちょっと遅くなったんで。そうね。でも温泉が素晴らしかった。良かったですね。なので、全然いい感じです。はい。じゃあいただきましょう。あ、いただきましょう。じゃあお願いします。簡単にします。はい。子供ちゃんがレジしてくれたどこでしたっけ？キール。キールな。エネオスの。そう、タンクがあったとこね。はい。そう。これ生でもなんか絶品って書いてるけど、ちょっと父ちゃんは。そう、私はね。よろしくね。いろいろね、面倒な体で生がダメなんですよ。なのでちょっと2つもらおうかな。で、キールで声掛けいただいてんな。大阪のご夫婦の方に。そうですそうです。動画見てますって言ってくださって。
でその方たちとまたこの指宿の道の駅でお会いして今斜め前にいてはんねんご近所さん本当に斜め前にいたはんねん。もうなんか最初は「あー」って言ってくれはったけど何回もあったらもう面倒くさいやろうなと思って向こうの方も母ちゃん走って行ってたやん。なんかもう逆に恐縮するわなんか面倒なとこ来てすいませんって母ちゃんそれおもんはったね。おもん旗。500円。ワンコイン。ねえ、これ食べられへんで、これめっちゃ楽しみやねんけどな。ねえ。すごい、ちょっと早速切らせてもらいましょう。お願いします。わあ、なんかヒラメっぽい。あ、そうなんや。さあ、あ、ゴリゴリする。何これ。あ、でもそうかもね。うわ、これちょっと薄く切った方がいいんだろうね。次はカンパチですね。カンパチ、天然カンパチって、ちょっと天然ってね興味あるんですよね。多分養殖のように油は乗ってないと思うんですけど、さっぱりしてるのかなと思って、一度ね、食べたことないんで食べてみたいですね。サービス品って書いてます。よいしょよいしょ。これも骨切りしてるみたいな。あ、すごいね。でもちょっと油乗ってる、なんかテカテカしてるけど見た目に。ただいまの時刻は8時56分ですね。温泉行ったんで、でもねすっごい良かったんで、これはね仕方ないですね。8時56分です。今私たちがいるのは道の駅指宿ですね。静かですね。静かですね。すごい。昼間結構あーっとなってたのにね。昼間車通りも多かったんですけど、幹線道路がもうすぐそこに走ってるんで。でも今も静かやね。すごい静かです。じゃあいただきましょう。今日はね、米はね、前ね、昨日肉食べようと思ってめっちゃ炊いたんですよね。めっちゃ炊いたっていうか3合炊いたんですけど、でその前の日もちょっと余ってたんで、それの残ってるお米でいただこうと思います。じゃあちょっと母ちゃん、大門旗いただいてみてください。いただいていいですか。どうぞ。先にじゃあ、母ちゃんの好きな漬けはここにありますけどね。そうこれがね、この漬け、これ見えますかね、これ漬け、ちょっと光が悪いかな。めっちゃ美味しそうですね。いろんなね刺身が混ざってる。地魚でね、美味しそうですね。でこれがさっきかなひが切ってくれた、こっち側が大門旗ですね。でこっち側が天然のカンパチですね。これはナギの毛ですね。食べてみてください。大門旗からちょっと食べてみて。こっちからちょっとゴリゴリしてたんで。ゴリゴリしてたね。ガシラとかの味に似てんのかな。ちょっとゴリゴリするやん。切ったら。いただきます。でも結構もっちりしてる。もっちりしてんねや。へえ。ゴリゴリとは言わない。これ仲良しやな。仲良しめっちゃ仲良し。めっちゃ仲良しじゃない。3つやな。ちょうどうちみたいな。3何やねんこの4ね。T シャツにね、ちょっと見えないか。T シャツ見えないな。T シャツにね、ちょっとね他のカメラのねバッテリーが切れちゃって今ね1台しかないですけど、 T シャツにね PE34 って書いてあるんですよ。これで、これは家内が100円かな、50円。いやこれ150円。150円。
の T シャツ、私が着てる T シャツ、まあこの旅で着てる T シャツ、最初、ブルーとか赤とかで着てるんですけど、あれは大体全部100円とか安かったら50円とかで買ってきてもらってるんですけど、もう高い T シャツとかね、もうあんま意味がない意味がないことはないんですけど、たまたま買ってきてもらったのに PE34 って書いてて、ペ3し何4ってみたいな感じですけど、もう早くいただきます。さほーって感じ。私思うはた食べたいんですよ。あなた食べたからいいけど。どうぞ。はい、いただきます。でもやっぱ確かにもっちりしてる。じゃあいただきます。美味しいやん。あっさりしてる。あっさりしてんな。でもヒラメに似てるかな、やっぱり。ヒラメがもっちりした感じやから。そう。何やろ。何に似てるやろ。このもっちり感ちょっとあんまりないな。やっぱりアコウとかさ、釣ってきて食べてて、やっぱその辺にはすごい似てるよな。確かに。同じ系統になる。やっぱり畑なんだね。アコウには似てます。アコウっていうのはキジハタですね。キジハタをよく釣ってきたんですけど、よくは釣ってないですけど、それにやっぱ似てますかね。美味しい。いつもね、洋食いただいてるんで。ね、洋食やろ、出回ってんの。ね。どんな感じ？いや、結構美味しい。なんか艶やか、肌が。そうか、なんか油があんまりないって感じのイメージやけどな、やっぱり。でもなんか嫌な油じゃなくて、あっさりしてて肌がツヤツヤしてる。やっぱり普段いただいてる洋食のカンパチってもっとね、うまみっていうのかな、なんかその美味しいなっていう油があるんですけど、やっぱり天然の今この食べてる天然のカンパチはすごいあっさりしてますね。なんか一見なんか味あんまりないなっていう感じなんですけど、でもかなり言ってみてツヤツヤしてますね。ツヤツヤしてるのと、後でね、なんかこう味がじわーっとほんのりくるって感じですかね。美味しいな。私たち好きな感じ。好きな感じやな。大物って美味しいな。あんまり食べないね。食べないね。美味しい。いや、アスパラがうまい。母ちゃん、コーヒー入りました。ありがとうございます。母ちゃん、コーヒーいただきましょう。お疲れ様でした。そうや。ただいまの時刻は10時4分ですね。遅くなりましたね。でも速攻で寝たら11時までには寝れますかね。ゆっくりしちゃうと思いますけどね。今夜がですね、九州旅は最後の夜になりますかね。九州はですね、明日の夜は
どこかの高速も帰りかけていく中でどこかの高速のパーキングで車中泊っていうことになると思うんですけど、明日はねまだ1日鹿児島をぐるっと回って、でそこから高速に乗るっていう感じになる予定です。このケーキも、これはブルーベリ鹿児島に来て最初の道の駅行った時に、なんかいっぱい買っちゃった時ね、そうブルーベリー、いや何の温泉よかったな。本当にね、ちょっとよかったわ。なんか特別な温泉になったね。そうやな。なんか特別な温泉やな。家族風呂やったらさ、大分県のミツバチの湯、あそこがやっぱりすごい良かってさ、よかったね。あそこがなんか家族風呂で一番最初にこれはいいなと思ったお風呂やったな。大分県。そう長湯温泉とかな。そこのお店の方ね、コメントくださって。そうその後に何ヶ月か前にコメントくださって、でそれでまたやってくださいっていう風に言ってくれはって、コーギーちゃんの話ね、すごいワンちゃんのなとの接し方についてお話ししてすごい共感してね。本当に共感した。うちもコーギーちゃんな鈴がおったから余計にそうですね。であそこがすごいよくて、家族風呂っていうのがいいなと思って、大分県で最後に行った家族風呂も良かった。すごい良かった。なんかラグジュアリーだな。ラグジュアリーってあんまり使えへんけどそうなんかすごく贅沢な気分になれるようなねところだったよね。で今日のところはね、なんかちょっとねお湯がさ、なんやろ、美味しいお湯ってどう言ったらいいんやろ。飲みまくってたよ。飲んだらあかんと思うねんけど、飲めるとかそうじゃないけど、なんかあれはなんか初め鉄分がすごい多いなと思って自分は。そうだね。で硫黄の香りもちょっとして、あれはめっちゃいいお湯やったと思う、本当に。でなんかなすごい大事にしてんねんな、そのお湯のその泉質自体を。なんか地下 300 メートルから汲み上げてるってかな。でそれでその日によって変わんねんな。その中地震があったりとか、その中いろいろ自然災害とかでも、その変化によって、その次の日とかまた色とかもちょっと白っぽくなってたりとか。でもそれは問題がないっていうふうに書いてあったな。で自然なこと。お水も水道が来てないから地下水を汲み上げてるって書いてたかな。地下水やったかな。だからお水自体はな、やっぱりいいんやな、すごいな。すごい自然でいいよね。自分たちが好きな意味でいいっていうね。好きな感じのあそこは良かったな。でもお安かったんやね。なんか1650円とかな。あれで税込みでなんかあれはな、関東行った時びっくりしてんな、お風呂の高さに。だから関東の人でこんな高いお風呂入りはんねんなと思ったことがあったな。やっぱ関西人やからさ、で関西人でくくんなよっていうのって多いやん。やっぱ関西人やみたいなって言われるから、あんまり関西人って言うとあかんと思うんだけど、なんかそのお得感をすごいやっぱり求めるような気がするねん。関西人やな。関西人ってくくったらあかん言うてけどなんかその高くていいものは当たり前かなと思うんだけど、お値段がやっぱりびっくりするような値段でさ、金額とかじゃなくってその、提供してもらえるものに対してびっくりするような値段、それが安いか高いかっていう、その、金額的な話じゃなくて、でそのリーズナブル感があるとやっぱり
すごいいいものに出会ったなとは思うねんな。そうね。なんか、まあそれはね誰でもそうやと思うねんけど、それでもそれが旅の中で当たり前にあるものじゃなくって見つけたものやったら余計になんかそれを発見したっていう、満足感も得られるから、やっぱり旅のまあなんか月並みやけど醍醐味かなと思うわ。すごい良かったなと思って。なかなかねやっぱり決められたコースとかでね旅行で回るのと、やっぱり違うとこ行けたりするからね。お昼間に行ったうなぎ温泉、あれはあれで良かったすごい。あとめっちゃ暑かったけどめっちゃちょっと倒れんちゃうかと思うぐらい暑かったけど、ちょっと倒れてたね、なんかそうちょっとその後結局倒れたわけじゃないんですけどね、寝てお昼寝したっていうことなんですけど、なんかこの旅がやっぱりこう面白いなって思うのはああいう瞬間かな。あとは家内がねめっちゃ喜ぶんですよ、そういうとこ行ったら。そういういいものがボンってあったとしたらめっちゃはしゃぐんですよ。やっぱりそれがねなんか良かったなと思いますよね。探すのとかも結構旅のねプランを計画するのって楽しい反面難しいとか行ってみないとわからないみたいなことがありますよね。でもそういうのがパートナーがねなんかそういうことですごく喜んでもらえるとよかったなってやっぱり思いますよね。なんかそれでよかったよかったってこっちもテンションが上がりますしね。じゃあまたなんか発見するために頑張ってリサーチしようかみたいなことになると思うんですよね。でこうやって動画配信させていただいててやっぱり皆さんにねなんかこういう指宿とかだったら砂風呂でやってるのかなとかがすごく有名で、そこに入ればいいんですけどもちろんなんかそれだとそれはもう誰しもがやっぱり自分たちももちろん知ってますし、誰しもがこう指宿って言ったら砂風呂っていう感じだと思うんですけど、それはねそれで、鉄板でねいいところだと思うんで、それ以外のところでせっかく来たんでご紹介できたらね皆さんにも何かねちょっと指宿行ったらそっちも行ってみようかなと思ってもらえるかなと思って、こういう動画配信をしてて楽しみの一つでもありますね。ずっと発見っていうかずっとスカクラってもう休館日ばっかりだったんですけどねやっと最後に良かったなと思うところに行けました。本当に今回の旅は休館日が多いわ。もうこれはちょっときつかったわ。なんかいつも1箇所ぐらいだったら「わーい!」とか言って笑えるんですけど3箇所も4箇所もあるとってなんかバチ当たってんのかなとかって思うんですよね。そうそう本当にチーン
おはようございます。道の駅指宿を出発して今は池田湖かな、池田湖にいます。で、あの山が関門岳かな。開門岳か開門岳、関門岳かな、開門岳で、今日はですね枕崎の方に行って、で枕崎から母ちゃんの好きな道の駅川鍋さんに行って、で九州を離れていくっていう感じになりますね。なんか寂しいですね、とっても名残惜しい気持ちになりますね、やっぱりね。で今日も天気がいいです。天気予報ではね今日雨だったんですけど晴れましたね。よかった。もう今回の旅では1日だけでしたね、すごい雨だったのはね。あとはなんとか天気が良くてとっても綺麗な景色が見えています。開門岳が正解でしたね。では出発しましょう。じゃあ本日もよろしくお願いします。バイバイなんて違います。これはよろしくお願いします母ちゃん、長崎の花で合ってるのかな、ここは。長崎花に来ました。開門岳に行きたいんですけど、なぜか開門岳から離れてきてしまってるみたいな。近くまで行ったんですけどね、公園があるって言って行ったんですけど、ちょっとね公園っぽくなかったんですよね、私たちが行ったところ。多分この裏側に眺めのいい開門岳をすごく一望できる公園があるのかなと思うんですけどね。私たちが行ったところは漁港でしたねなぜか公園ってなってたのに漁港でした。でまあせっかくなのでこの長崎花に来てみました。じゃあ見に行ってこようと思います。なぎも一緒に行きます。涼しいから行けるやろ。やっぱりそういう感じ滑っとんだ。すごいね、ここから開門岳がね、めっちゃ綺麗に見えてる。まあ遠くから見た方がそうだね、真下から見たらもしかしたらこう見上げるだけになってるかもね。なんかそうだね、すごい綺麗。すっごい綺麗ね、ここまで来るまでのさ、お店の人たちが面白いことなんやろ。なんやろ、鹿児島の人ってすごいフレンドリーっていう言葉でいいんかな。なんかすごいな。なんかすごい商売っ気があるから声かけてくるっていう感じじゃないやん。ただなんか親切にそう近所の人に声かけるみたいな感じに声かけてくれはるから面白いよな。さっきのテレビとかいっぱい出てるねんっていうおじいちゃんな、めっちゃ面白かった。面白かったね。めちゃめちゃ面白かった。ワンちゃん好きでね。そうなぎのこと見て写真撮っていいですかって言ってきはってな。でそっから車で追っかけてきたね。でまあ去年ねワンちゃん亡くなりはったって言って、だから寂しいんですって言ってはってな。なんかまだ聞いたら切ないわ。なんかもう本当にね。なんか昨日の軽でな、軽バンで旅してはるおじいちゃんも、名古屋のおじいちゃんも同じこと言ってはってな。1月に亡くなってって言って、も相棒いなくて寂しいって言って、ずっと一緒だった。そうだからなぎ見たらな、なんかみんな寄ってきてくれはんねんな。本当に、なぎいっぱいいろんな方のね愛情をいただいて、そう本当に触ってもらってね。よかったね、嬉しいね。本当にいいわ。なんちゃん、これアップ。綺麗綺麗。綺麗だね。上まで登れるのか。そうなんや。綺麗やなこれ。っていうかこれ綺麗やけどめっちゃ急な階段やな。すごい怖い。これ危ない危ない。これはちょっと。これめちゃめちゃ急やん。すごいな。これはちょっと。これは急ですね。綺麗。めっちゃ綺麗。
かえちゃん、はい、長崎花、はい、面白かったですねなんかねすごいんですよ、このお店の人たち。そう人たちがめちゃくちゃ面白かったです。特になんか物を売るとかそういうわけじゃないんですけど、まあ、結局買っちゃうんですけどねそれお土産をね少しだけですけどね買わせていただいたんですけど、ナギがお店の中に入っていいですよって言って、でお店の人たちみんなワンちゃん好きやねんな。そうだからワンちゃん入ってくださいとか言ってお水あげましょうねって言われてどんどん奥へ連れ込まれていくっていうめちゃめちゃでかいアイスのケースにお水くださってもうね、大量に入れてくれて、もうお店でね、もうヘターって皆さんにね触っていただいて、面白いね、なんかテレビによく出てるっていうお父さんもいてはって、なんかよかったね。あとダンサーの人たちに会ってね。そうですそうです。どこではルーマニアとコロンビアと、あともう一人の方は分かんなかったね、であともう一人の人は日本人の人やったね、ダンサーの方たちに会って、でちょっとねいろいろダンスの話もしてました、はい、なのでかれこれ1時間半ぐらいここにいましたねなんかすぐパッと見て帰ろうと思ったんですけど、面白かったです。やっぱり人と話すると面白いですね。じゃあここからですね、もう近くにある開門温泉かなっていうところに一度行ってみたいなと思ってるんで、まあ、入れるかわからないんですけど、まあ、とりあえず行ってみます。はい、じゃあ出発します。左です。細道これこれこれ入れるか。開門温泉って書いてるけど、ちょっと見ていや枝で入られへん。ああ、高さがね。母ちゃん、はい、開門温泉に来たんですけれども、ですね、駐車場に入れない理由はねこの枝なんですよね。ちょうど真ん中で右ギリギリに寄せてもちょっとね通れそうにないんですよね。左はね結構ごっついんで、これはちょっと当たっちゃうとまずいかなっていう感じですね。通れちょっと難しいな。こっちにもね枝が出てるんでちょっと寄せられない感じですかね。開門線50メートル。結構やな。ここもあかんで、ちょっと入ってこれない感じですかね。やっぱり結構大きいの。駐車場自体はね全然止められるけど入ってこられへんね。駐車場広いんですけどね、そのコマで来る道が入れないんで、ここはやめておきましょうか。はい、雰囲気ありますけどね、めっちゃ。とりあえず次の温泉に向かいます。次はこの後はね枕崎まで行く感じですかね。はい、じゃあ行ってきます。ちょっと残念ですけどね。違うね、これグリーン。これか。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は44分です。運転お疲れ様でした。これは違う。プールあれ？やってないの？また。いや、わかんない。でも入り口あれ今日やってたはずやけどな。開いてないんちゃう。ちょっと見に行ってみましょうか。まさかの定休日ですか。車がね1台もいないです。開いとる？開いとるわ。よかったです。もう最後、もしかしたら最後になる温泉がまた休館日だったらちょっと悲しかったですけど、今枕崎市なんですけど、温泉がね12時からで今11時半ぐらいかな。めっちゃ朝早い、連日朝早いのが続いてちょっと寝不足なんですよ。少し眠いので仮眠します。ちょうどね
いいところに道沿いに公衆トイレのある駐車場があったんで、今そこに止めてます。ちょっとだけお休みします。おやすみなさい。ちょっとだけよって言った今。おやすみ。かやちゃん、はい。渚温泉かな。渚温泉。ちょっと寝ててね。今まだ回ってないですけどね。渚温泉に、はい渚温泉に戻ってきました、はい。今からお風呂入ります。空いてましたちゃんと。はい、じゃあお風呂入ってきます。